今日はジャパニーズスタイルでやってまいりました。でもこういう着物を着てこういうマイクをつけるっていうのはちょっと違和感があって似合うのかなというふうに心配してます。今後ろに映っているのが私の、作品です。いくつか作っているうちの一つです。私は蒔絵という日本の古来の伝統的な技術を使って作品を作ってますが、この蒔絵という技術は、もう1000年以上前から完成して日本独自に発達して、各時代の、デザインを生み出しながらもう本当に途絶えることなく日本では現代まで伝わっているという特殊な技術です。で単純に蒔絵という、一つの技術を紹介したいと思ってますが、この蒔絵というのは、漆で模様を描いてその漆が固まらないうちに、金粉いわゆる金や銀の粉を、巻きつけて模様にしていくと、こういう技法です。かなり、特殊な絵画表現です。画像でちょっと分かりにくいかと思って今日はこの現物のその粉を巻くという、道具をちょっと持参しまして、これをこう指で持ちましてこう弾きながら必要な分量を落としてで濃淡をつけて催していくという技法なんですね。これをこう弾くと聞こえますかね。こういう1000年前もこういう音がしてたと思います。実はこういう、蒔絵を使って、私は仕事してますが、今日はこの蒔絵を使うための漆という、天然素材のお話をさせていただきたいなというふうに思ってます。その前に、皆さん、日本の漢字というのをイメージしてみてください。こういう、ものです。日本の漢字というのは、特に木材を表現するときには必ず、木偏がつきます。もう、梅だろうと桜だろうと松だろうと、全て木偏がつくのが日本の漢字です。ところがこの漆だけは木偏がつかないんです。これはもう多分数多くの漢字がある中で木偏のつかない木は漆だけだと思います。なんと山水がつくわけですね。さらにこの右側の作りの部分というのがちょっと漫画にしましたけど、木に傷をつけて水が出るという意味です。なかなか漆という漢字難しいと思うんですけども、もうこれは要するに漢字ができた時代から樹木として役に立てるんじゃなくて、実はこれを樹液を役に立てるという、もうこういう歴史がある。これが漆です。もう多分漆の漢字は書けないっていう方もこれで書けるようになったと思います。山水に木に傷をつけたら水が出る。もう大丈夫ですよね。はい、家に帰ってもう一回書いてください。この漢字、漆の液、要するに液はどう役立つか、こういうものが一番重要になってきますけども、このやはり、漆の幹に傷をつけて出すわけですけども、これは人間でいうと血液と一緒です。私たちのこの皮膚に傷をつけると血が出て、かさぶたを作ってそして、身を守る。これ漆もやはり傷がつくとそこに樹液が集まって、空気中の水分やあるいは、温度、こういった反応して固まって自分の身を守るんです。私たちはそれが固まる前に、一つずつあのようにヘラで、かき取って一ヘラ一ヘラ集めてそれを今使わせてもらってます。この漆は実はもう固まるとものすごく接着力があって、金属や陶器もみんなくっつけてしまうぐらい強いです。さらにこれが一旦固まるとなかなか強い皮膜を持ってます。水や熱はもちろんのこと、この漆が塗られた上に
器の中に例えば濃塩酸や濃硫酸入れてもびくともしないぐらい強いんです。皆さん漆は弱いっていうイメージがあるんですけど、美しくてこんな強いものっていうのは多分地球上になかなか自然の塗料でもまずないし、人工の塗料を加えてもなかなかない素材だと思ってます。でこういう漆という塗料と私たちの先人の付き合いっていうのは驚くことなかれもう1万年ぐらいは付き合ってます。残念ながらこの50年ぐらいの間に、石油製品いわゆるプラスチックの器が私たちの生活の中に氾濫して、漆というものからだいぶ遠ざかってしまいました。漆は高いっていうイメージ、プラスチックは安い、当然安いですけども、本当に先ほど言ったように漆っていうのは美しくて本当に肌触りのいい、感触の素晴らしい、しかも強いものだ。こういうところをもう一度思い起こしていただければなというふうに思ってます。今年の初めぐらいですかね、実は、冒険家の三浦雄一郎さんとお会いする機会がありまして、彼は今80歳という年代で3度目のエベレスト登頂にアタックしている最中です。でこの三浦さんと、お話ししている時に、もう6000メートル、ベースキャンプを超えた6000メートルの極寒の地では漆なんていうのごめんなさい、プラスチックとか、金属の器だともうすぐ冷めてしまってとても使えないんだっていうお話をされて、それだったら木の、漆の稲わんを使ったらいつまでも冷めずに暖かく使えるんですよっていうお話をしたら、ぜひそれを持っていきたいっていうお話をされまして、もう早速作ることになりまして、それを今回、持ってっていただきました。今日ここでお話しするっていうことを言ったら、写真をつい3日ほど前に送ってきてくださって、ベースキャンプでこうやって使ってるよって言ってくれました。来週からいよいよ、本格的に登頂に入るそうです。ぜひ、登頂に成功した時は、私たちにもどんなだったかっていうお話を期待したいと思っています。漆は実はヨーロッパ、アメリカにもすごく人気がありまして、これは実際遡ると16世紀ぐらいまで遡って、皆さんも16世紀後半にキリスト教文化が日本に来たことはよくご存知だと思います。その時に、鉄砲が来たりワインやカステラが来たのも皆さんよく知ってると思うんですけど、それと同時に逆に日本からこの蒔絵をした漆が大量に注文して作られて出てったということはほとんどご存じないと思う。今でもヨーロッパの教会に行くとこういう器物が大事に保管されています。実際江戸時代に日本は鎖国というのをするんですけど、その間も漆はどんどん作られてヨーロッパに出まして、その時18世紀19世紀は漆はジャパンと呼ばれるようになったんです。でも残念ながら今皆さんご存知のように漆は英語ではラッカーと呼ばれている。ものすごく残念ですけど、でも先ほど言ったようにこれだけの素晴らしい素材と能力を持った漆がラッカーという言葉では絶対通じないというふうに私は思っています。これはいわゆる工芸という分野もちょっと枠が広がりますけど同じで、日本の工芸の文化っていうのは毎日作るようないわゆるそのクラフトという分野だけではなくて、もっともっと本当に年に1回一生に1回しか作らないようなそういったものも全て工芸のジャンルに入ります。まして使うスタイルは持ってても一度も使わない、あるいは美術として鑑賞するもの、こういったものも全部日本では工芸です。それぐらいいわゆる範囲が広いんです。極端に言うと日本の絵画は屏風ですとか襖ですとか日常の生活の中に絵を描くんですね。要するに生活の中、日本人が使う
そういうものに美術を投入するっていうのが日本の文化だったんです。これをやはりもう一度見直して、やはり工芸を単純に使うだけの分野のクラフトというのを訳すのは難しい。私はそれに関しては疑問を持ってます。要するにこの話を聞いていただいた皆さんには、ぜひ漆は落下じゃなくてやっぱりそのまま漆、工芸はクラフトではなくてそのまま工芸というふうに、ぜひ海外の方も受け取ってもらえたらなというふうに願ってます。漆は一つ自然のものを大切にしながら、自然の素材を生かして、そして自然を壊さずにもう一回再生してまで何回でも作れる素材です。でもそれは50年とか100年とか短いサイクルじゃなくて、400年500年あるいは1000年という長いサイクルの循環型なんです。今日ここにこういう小さい器を持ってきました。この器、実は400年前に塗られたものです。もう本当についこの間塗ったような綺麗な肌をしてます。漆はこのぐらい長く使えるんです。一生のうち本当に何か結果を残さなければ意味がないとか、そういうことではなくて、自分たちが考えた価値観を一生のうちにもし全うできなくても、その価値観は必ず次世代がつなぐんだということが、漆がそれを教えてくれてます。事実、私も自分の父親が漆に対するそういった価値観を持って活動してたのに、共感を持って私もこういう仕事を選びました。私の息子たちも今その私の漆に対する価値観に共鳴して漆の分野で活動してくれてます。ゆっくり作ってゆっくり使ってゆっくりと次世代につなげると、こういうことが漆の持つ文化だと思ってます。ぜひこの天然の素晴らしい塗料をもう一度見直していただけたらというふうに思ってます。最後に、我が家にこういう食卓の写真を撮って用意しました。白いご飯に味噌汁に、鮭の切り身です。こんな質素な食事でもこの漆塗りの器で食べれば本当に心が豊かになります。実は白いあったかいご飯はお茶碗で食べるとすぐ冷めてしまいますけど、漆の碗で食べると最後の一粒まで温かく本当においしく食べられるんです。ぜひ試してみてください。漆は使えば使うほどきれいになります。肌が本当に美しくなります。作り手と使い手が一緒に育てていくのが漆なんです。ぜひ漆をもう一度愛して使ってみてください。どうもありがとうございました。